こんにちは、ココリストマスターエデュケーターの中田美久です。今回はドラマティックマグネットシリーズを使用したニュアンスデザインをご紹介させていただきます。ぜひ最後までご覧ください。では、今回こちらのデザインをご紹介させていただきます。ココリストからドラマティックマグネットシリーズ全部で16色発売となりました。そのうちの2色を今回は使用しております。奥行き感と立体感がすっごく綺麗なシリーズですので、ぜひぜひ皆さんにもお使いいただきたいなと思います。では早速やっていきます。はい、ではまずこちらのドラマティックマグネットシリーズ2番と9番、こちらですね、使用していきたいと思います。はい、では今回ですね、チップでご紹介させていただきますので、ベースジェルの塗布は割愛させていただきます。まず最初9番ですね。はい、こちらです。まず左上ですね。中心くらいまで斜めに持ってくる感じ。ですごく塗りやすいこちらのカラーですね。塗りやすいマグネティックカラーです。はい、塗布ができましたら一度マグネットを当てていきたいと思います。で、ココリストから今こちらのハイパワーマグネットとこちらですね。はい。四角いのと丸いのがついた2タイプ出ておりますが、どちらでもお好きな方をお使いください。今回はハイパワーの方を使っていきたいと思います。ではちょっとね、遠目からぐーっと、結構強い磁力が強いのであんまり近づけすぎずに、ちょっと遠目からね寄せる感じで、はい、ちょっと中央に一旦寄せます。はい、こんな感じ。今全面が光っている感じ。これでも十分綺麗なんですけど、少しだけ斜めに当てていただいて、はい、ちょっとね動きをこう動いた時に動きが見えるような感じで、はい、パウダーを寄せていきます。こんな感じ、はい、では一度こちらで硬化をしていきます。はい、では続いてこちら2番ですね。今のせたとこの残っている半分の部分のせていきます。この中心境目は後でちょっと消えて見えなくなってしまうので、そんなに気にせずにのせちゃって大丈夫です。同系色でねちょっとまとめてあげるとより綺麗かなと思います。はい、では今ね下の方にのせました。ではまた同じくマグネット当てていきます。ちょっとね遠目から見えますかね。今回ですね2色に見えるカラーがとても多いです。下のベースカラーと上のね出てくるラインの色がちょっとね違うんですね。こんな感じ。少し動きをつけてあげるとこう動いた時により立体感、奥行き感が出て素敵かなと思います。はい、ではちょっとねいろいろ当ててあげて、こんな感じでいいですかね。硬化をしていきます。はい、ではこんな感じで今ねベースが仕上がりました。先ほどもちょっとご紹介させていただいたんですけども、今回のドラマティックマグネットは下のねベースのカラーと上に出てくるパウダーのカラーが結構違って見えるのが特徴的なカラーがすごく多いです。ココリストではこちらねベースに出てくるカラーをボトムシャドウ、上に出てくるパウダーの部分をトップシャドウっていう風な言い表し方をしておりますので、ぜひぜひねちょっとこういう楽しみ方をしていただけたらなと思います。はい、では次の工程いってみます。はい、ではちょっとね少しだけ影を入れたいので、こちらの E の 210S バーボンブラウンを使用していきます。はい、少量ミニラウンド取っていただいて、こっちですね、私はちょっとねこの下側に入れる方が好みなんですけども、ちょっとねちょん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 と少しだけ本当に影を入れます。なくてもいいんですけども、このねマグネティックカラーの上にクリアカラー入るとまたちょっと雰囲気が変わるので、ちょっとね濃い方の部分にかぶるような感じで少量ですねのせていただいて、影をちょっとだけ奥行き感ですね入れていきます。はい、では硬化をしていきます。はい、
では続いてこちらヘイジージェルのクリアと E の129リネンオフホワイト、こちらを使用していきます。はい、ヘイジージェルですね、このカラーとカラーの中心の境目あたりにですねのせていきます。前面だとまたちょっとねフォルムが膨らんでしまいますので、のせたいところにだけ今回はのせていきます。はい、では同じくまたミニラウンド筆に今度129リネンオフホワイト取っていただいて、スーッとのせていきます。この境目の部分ですね、シュワシュワシュワっていう風にこうふわーっという感じに自然とボケてくれるんですね。で真っ白でもいいんですけども、ちょっと今回のドラマティックマグネットのカラーが少しくすみ系のカラーが多いシリーズとなっておりますので、真っ白ではなくちょっとこういうねオフホワイトのカラーを今回選んでみました。で今みたいにちょっとカラー追加でのせる場合は一旦筆にもヘイジージェルついていますので、一旦きれいにしてからのせてあげてください。でちょっとこの境目をまたきれいな筆でのせちょっとねこう寄せて動かしてあげてもいいです。少し置いておくとまたじわーっときれいににじんでくれます。はい、こんな感じでこうすることでね最初にのせた境目も全然目立たなくなりますので、はい、ちょっとね動きがある感じでのせていきます。はい、では硬化をしていきます。はい、では続いてブリーディングインクホワイトを使用していきます。こちらですね、使用する前によーく攪拌をしてあげてください。はい、では今のせたこのリネンオフホワイトの上にちょっとこんな感じで往復しながらさーって置いてあげます。はい、ちょっとね見づらいかもしれないんですけども、そしたらですねポインテッド筆を使ってちょっとラインをぼかしていきます。はい、こういうラッペにですねココイストのクレンザーを少しだけ入れておくとちょっとね効率よく作業が行えるかなと思います。はい、そうしましたらこのクレンザーですね、はい、ちょっとねポインテッドの筆につけてペーパーで少量拭き取って、はい、これをトントントンっていうよりかはこうスライドさせていきます。そうすると分かりますか、こういうラインを作ることができるんですね。こんな感じで、はい、スライドしていくと細いラインを作ることができます。で少しずつちょっとね筆の中のクレンザーの量を調整しながらこすっていく感じです。なのでこうすることで、インクなので硬化もいらないということで、薄付きっていうのもありますし、細いラインが苦手な方もこういうラインをね簡単に描くことが載せることができます。はい、で結構こうスライドしているのでちょっとねこう溶かしながらインクを溶かしながら細く弾いて細い線だけを残している感じなので、カラーの上に乗っても白く濁るっていうことはなりにくいので、こうやってねラインをのせることができます。で、消しすぎちゃったなと思ったらまた少しだけインクをのせてこうやってね同じようにスライドしてあげるとラインきれいに残すことができます。はい、では工程がここまでで一旦デザインですねできましたので、続いて別の工程次の工程に行きたいと思います。はい、ではインクが今ね一番上に載っているんですけども、こちらは硬化がいらないので、続いてこちらのマーカーズラインのシックブロンズ、ノーワイプタイプのものなんですけども、結構アートにも使っていけるカラーとなっております。こんな感じでちょっとねザクザクというか大粒のグリッターカラーです。結構私好きでポイントでよく使うんですけども、この後ここにラインを乗せていきたいのでトントントンとちょっとね下から透けて見えるように動きをつけながらさーっとちょっと散らしていきます。はい、ではここで硬化をしていきます。そうしましたらこちらで一旦マットコートを塗布していきます。今回はエクセルクリアマットコートジェル拭き取りタイプのマットコートです。はい、では全体にエクセルクリアマットコートジェルを塗布していきます。はい、でこちらで硬化をしていきます。
はい、ではワイプクレンザーを含ませたもので表面を拭き取っていきます。はい、こんな感じで、さっきのねノンワイプの、マーカーズラインのブロンズ、こんな感じでマットにしてもすごく光り方がね、こう輝きがすごいので、ぜひぜひこちらね使っていただきたいなと思います。おすすめのカラーです。では続いてこちらにラインをのせていきますので、こちらノンワイプのアクセサリーボンド使用していきます。はい、で同じくポインテッドのでちょっと少量取ってね、こう膨らみのある感じで取っていただいて、ここに今のせたゴールドのとこにちょっと圧をかけながら置くとこと、ふわっと置いてくるとこと動きをつけてラインを置きます。こんな感じでハンディライトでちょっと仮硬化してあげてから、また上にラインを置いてあげると、より立体感、細かさなどもね出せるかなと思います。はい、じゃあ効果をしていきます。はい、ではこちらクロムペンのブロンズ使っていきます。はい、じゃあ今のせたとこにちょっと軽くこすってミラーパウダーをつけていきます。はい、ベースマットにしているのであんま余分なとこにつかないんですけども、一応こういう柔らかいスポンジなどで余分な部分を拭き取ってから、はい、で仕上げウルトラグロッシーノンワイプトップコートジェルを通していきます。はい、では全体ですね。こうね1色だけでも十分綺麗なんですけども、やっぱね2色とか使ってあげると、こういうマグネティックカラーでもね、こういうニュアンスデザイン、奥行き感のある感じが出しやすいかと思います。では全体に塗布ができましたら硬化をしていきます。はい、ではこちら仕上がりました。完成です。はい、ではですね、こちらここも同じく先ほどね使用したこちらの2番ですね、こちらを使用しております。でこの薬指のやつなんかみたいにリキッドミラーですね、オーロラなんかを足してあげてもすごくまた可愛いんじゃないかなと思います。ですね、ドラマティックマグネットのシリーズ全部で16色、こんな感じでカラー展開がございます。はい、すっごくね奥行き感がすごくあるカラーになっております。はい、ぜひぜひチェックしていただいて、お好きなねお好みのカラー見つけていただけたらなと思います。はい、では最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひココイストチャンネルのいいねボタン、そしてチャンネル登録もお願いいたします。ココイストマスターリケーターの中田美久でした。ありがとうございました。